は本を読むのが好きですか？私は小学生の初めの頃はあまり好きじゃなかったんですけど、友達がたくさん本を読んでて、すごくかっこいいなと思って、私も読み始めました。その友達の真似をして、図書館でたくさん本を読むようになりました。最初はね、全然面白くなかったんですけど、こう図書館に通ってるうちに本が面白くなってきて、小学校6年生ぐらいになる時には、授業が終わったら本を読んで、授業が終わったら本を読んでっていう生活になってましたね。かといってすごく本に詳しいわけじゃないんですけど、ただ娯楽として本を読んでます。中学校高校生になっても結構図書館行ってましたね。学校の中に図書館や図書室があったので、休み時間とか放課後に行ってから部活に向かってました。で、東京に引っ越してから荷物を増やしたくないので本は買わないようにしているんですけど、最近でも買ったので紹介しようと思います。まず読み終えた本から紹介しますね。まずはこの本、原田ひかさんの本かな。その復習お預かりしますって言って復習しに事務所に行くんですけど、お金を払ってその男の人に代わりに復習してもらうっていう話の本です。これもいろんな人がその復習を頼みに来ていて、すごく面白かったです。日本の特徴とかもすごくあったので、ああそうだよねって思いながら読んでました。で、今読んでる本に行きますね。今読んでるのは同じ作家のこの3000円の使い方っていう本なんですけど、これもいろんな登場人物が出てきて、その人たちが3000円をどうやって使うかっていうのを書いてます。うん。皆さんはもし3000円あったら何に使うと思いますか？そうですね。私は、東京に来て物価が高いなって感じるんですけど、ランチとかディナーとか行ったら3000円なんて普通になくなってしまいますよね。そうじゃなくって、もし何も考えずに、お腹空いてるとか考えずに、あのお金を使うとしたら、今は何に使いたいかな。特に思い浮かばないですね。ああ、そうですね。最近すごく暑くなってきたので、手で持てる扇風機を買うと思います。で、次は And Then There Were None っていうこの英語の本を読んでます。アガサ・クリスティですね。この本というかこの映画を一度見たことがあって、でちょうど英語勉強をしたいなって思ったので、一回見たことあるから、そう内容もだいたいわかるかなと思って、読み始めました。この本のレベルはレベル4なんですけど、難しい言葉たくさんありますね。忘れちゃったのか、そもそも語彙がないのかわからないですけど、いや語彙力がないんですね、私には。うん、で勉強しながら、皆さんもこうやってちょっと辛い思いをしながらそれでも頑張って勉強してるんだなと思って、はい、読んでます。で最後はこれですね。英語で伝えたいいつもの日本っていう内容で、外国の人が日本に来た時に疑問に思うこと、どうしてですかって思うようなことをこの本で説明しています。居酒屋のこととかもありますし、電車のこととか神社のこととかも載ってますね。
で、これはどうして読もうかと思ったら、インスタグラムで何か皆さんにお伝えできるようなことがあればなと思って、インスピレーションのために買ってみました。はい、ここにもちょっと日本語と英語で書いてあるんですけど、英語を読みながら、この言葉知らなかったなと思って勉強してますね。はい、そういう感じです。なので私が今読んでるこの紙の本は123冊と、読み終わった本が1冊と、あとは Kindle で2冊ぐらい読んでます。この本はフィクションもノンフィクションもファンタジーも参考書みたいな本とかも、なんかいろんなジャンルの本好きですね。逆に苦手なジャンルあるのかな。苦手なジャンルは行くことすらないので、ちょっと思い浮かばないですね。今度気をつけて自分の行動を見てみたいと思います。はい。あとはそうですね、昔に村上春樹も読んだことあるし、あとは東野圭吾、有名な作家の本も読んだことあるので、ぜひ皆さんが読んだことある本やおすすめの本があればコメントで教えてください。はい、私の YouTube ではこういう感じで話しながら皆さんが日本語に慣れてくれたらいいなって思ってます。他にもYouTube の動画上げてるので、ぜひ見てみてください。